よっしーです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は、直階段ですね。こちらをやっていきたいと思います。今回使用する、側板。こちらが、ゴムの木の集成材になります。で、ゴムの木は広葉樹になるので、少しでも硬い木を使おうということで、この木を使うことにしました。広葉樹のこの集成材の中で一番安いっていうのも一つのメリットだったんですが、北海道までの送料はめちゃめちゃ高かったです。で、一応、CAD の方で、どういうふうにするかっていう図面を作成して、で、それのスクショを取って、携帯に送って、携帯で見れるようにしています。こればっかりはちょっと失敗したくないので、かなり時間がかかってしまうかもしれませんが、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思います。
側板、片側なんですが、墨付け完了しました。レザーの水平に合わせて、踏み板のところ、平らになるように今、合わせてみたんですが、当初の計算通りではないんですが、一応、側板、はみ出るとこまで来たので、これに関しては OK ですね。出た分だけもともとカットしようと思ってたんで、ある程度は計算通りいったかなと思います。で、下に関しては、もちろん床に合わせて平らにカットしていくんですが、ここだけ少し長くなってます。理由は、この合板貼っている上に、フローリング材貼るわけですが、このフローリングの厚みは15ミリのものを使おうとしていますので、その15ミリ上がる分を見越して、ここ長くなってます。で、1、2、3、4、5、6、7段ですね。で、8段目のこれですね。この毛がいてるのが、ここに乗るということになります。で、このラインは間違えたものですね。ここがちょうどこの回り階段の上に乗る部分ですね。で、ここが毛込みの部分で、上出てないのはこちらを平らに削ってそこに乗せようと思ってます。で、この後ろと。で、これ線引き忘れてますが、ここに、こちら書いてるように、ここの縦の2本線は毛込み板入れる分の溝を掘ります。これも後でそちらで戻した時に、ここもう一本書きますが、今度はこれを基準に、同じように反対側も印をつけて書いていきたいと思います。側板の毛書き終わりました。で、回り階段からの、直階段ですね。そっちは一応当ててみたんですが、一番最後の、毛込み板の部分が思ったよりもかぶさるので、
その辺もしかしたらちょっと変更するかもしれません。毛ゴミ板だけ違うのにするか、それとも上の硬化剤ですね、その部分を削って入れるようにするかはちょっとまだ決めてないんですが、しばらく悩みそうです。あとはこの毛がいたのに合わせて、丸ノコとトリマーと、あとのみですねを使って、踏み板と毛ゴミ板入る分削っていきたいと思います。